よいしょ。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシノピーです。今回はこちらアストロプロダクツのダブルアクションポリッシャー、こちらを購入したので使っていこうかなと思います。で、ダブルアクションポリッシャー、この5インチタイプのやつ、どれ買おうかいろいろ悩んでいたんですよ。で、以前マナッチさんのところに行っていろんな機種使わせてもらって、最終的にこちらアストロプロダクツのものを選びました。理由はね、その動画でも言っているんですが、金額ルペスとか高いやつすごい良かったです。良かったんだけども、やっぱその価格差を考えると、僕は一旦これで十分かなと思って購入しました。金額はね、15,000円ぐらいで、実際ね買ったので今から使っていこうかなといった感じです。で、これと別にバフも購入しました。8月2日バフの日、バフ販売しているメーカーさんが、自主的に割引セールみたいなのをやってくれていて、ちょうどねタイミングがあったのでいろいろ購入しました。まずはね、こちらディティーリングさんのブルーウールバフ、これブルーのスポンジのねウールバフと、あとはバレットさんのハニカムバフ、ハニカム状になってるバフですね。これ黄色とオレンジ購入しました。あと5インチだけじゃなくて3インチも購入して、ここぞとばかり買っちゃいました。この辺をね使って実際に今回車の方を磨いていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。で、今回この車ですね、ラブ4の紺色の車ですね、こちらをちょっと磨いていこうかなと思います。結構ね洗車傷が入っているんですよ。すごいですよね、ライトのところが。これ半分だけちょっとやってみて、どんな違いがあるのか見ていきたいなといった感じです。で、まず僕が今まで使っていた両備の RSE1250、こちらですね。で、これにブルーウールバフ今つけております。個人的に疲れるなって思った部分としては、このバランスっていうのかな、結構ヘッド重心なんですよ。僕はここを押さえながらこうやってたんですが、結構ね振動もすごくて、やっぱヘッド重心だからバランスが悪いからなのか、ちょっとね疲れるなっていう感じがしたので、今回こちらアストロプロダクツのダブルアクションポリッシャーを購入しました。で、バランス的にこの手元も重くなっているので、こうヘッド重心じゃないんですよ。なのでこう支えながらやるっていう感じかな。さっきの両備はちょっと頭のところを押さえながらだったんですが、どちらかというとこう支えながら動かしていくっていう形になるので、すごく楽になるのかなと僕は思っております。研磨力とかそこら辺はねちょっと正直よく分かっておりません。このダブルアクションポリッシャーはオービットっていうこの振れ幅ですね、今中心にないの分かります？こう触れるんですよ。この振れ幅とかでも削れ具合、磨き具合っていうのが変わってくるみたいです。そこら辺はねちょっと詳しく分かりません。その次、これ僕が最近買って気に入っていたポリッシャーゾタさんですね。この横型ですごい安定して使いやすいんですよ。けどやっぱり3インチといってこの直径が小さいので、こういう側面とか狭い部分をやるには楽なんですが、広い面をやるってなるとかなりこう往復の数が増えている。そうすると時間もかかったりして疲れるので、こういう広い面にはあんま向いていないと。大きさでいうとこれぐらい変わってきます。実際に使っていきましょうかね。で、バフもねいろいろ種類があるんですが、結構傷がひどいので、ウールバフからいっちゃいます。このポリッシャーで磨く時結構ね不安な人いると思います。そういった方はスポンジのすごい優しいものから使ってみてください。そうすると消えない傷とか出てくるんですよ。で、そっからまたちょっと粗いコンパウンドなのか、それともウールバフに変えるのか、ちょっと硬めのスポンジバフに変えるのかとか、そういういろんなね選択肢が出てくると思います。で、今回のこのディティーリングのブルーウールバフはここブルーのスポンジが入っていて結構柔らかめです。当たりがいいって言われてますね。この曲面とかやった時にすごい使いやすい。硬すぎるとやっぱね綺麗にね動かせなかったりとかあるんですが、結構スタンダードのウールバフといった認識で問題ないと思います。だからマナッチさんもまず買うんだったらこれって言ってたので購入しました。それも使い比べていきますか。わかるかな。一旦 RSE を使っていきますか。そうですね。そしたら RSE にコンパウンドがジオンのコンパウンド、こちらをつけて磨いていきます。この辺いきますか。で、まずはこうざっくりね、この辺やりますよみたいな感じで4ぐらいでいきますか。
こんな感じです。でやっぱなんか使っててちょっとこうブンブンってなるんです。バランス問題なのか、これがねもうちょっと手のしびれが来ています。持つとこにもよるんだろうね。安定するように、持っていたんですよ。それ僕はこの辺だったんですが、直接振動が伝わるからなのか結構手がしびれるみたいな感じですね。それがねちょっと嫌だなと僕は思っております。でこれはこれでねいいとこもあるみたいです。でざっくり磨きました。いきます。どうですか？だいぶ綺麗になってますが、多分鳥糞放置したんだろうな。鳥糞放置するとこうなるから気をつけた方がいいよ。これですね、もうクリアがちょっと割れたような感じのひび割れになってます。これもう鳥糞放置して中に浸透してる部分なので、逆にねあんまここ触らない方がいいかもしれないなと思います。けどかなり綺麗になりました。わかりますか？やっぱこっちと比べるとかなり傷は抜けてると思いますが、まだちょっとね深い傷があるので、もうちょっとやっていかないといけないかなといった感じです。一応ちょっとマスキングテープ半分貼ってやりますか。そしたら続いてアストロプロダクツのダブルアクションポリシャー使ってみようと思います。コンパウンドバフは変えずにいきます。結構ね重量あるんですよ。けどこう使ってみるとこんな感じないかも。3ぐらいでいきますか。はいはいはい、使いやすいですね。だいぶ傷抜けたな。今久々に使ったんですが、やっぱ若干こうグワン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 っていうのはあるんですが、安定してる。ルペスの方がこのグワン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 みたいな振動みたいなのないです。っていう何あれっていう、やっぱ高いだけあるねっていう、違いはあります。やっぱりアストロプロダクツの方がちょっとグワングワンなるんですが、やっぱバランスがいいからか疲れないですね。すごい動かしやすいなっていう印象です。はい、そしたらざっくりですがウールバフで磨きました。どうでしょう？ちり目みたいのはね、もちろんウールバフ1回目なので全然まだあるんですが、これだけでもだいぶ綺麗になったと思いませんか？ちょっとマスキングテープ剥がしてみますか。わかるかな？境目がわかんないか。こんな感じです。1回目のウールを入れたところと入れてないところの差はこんな感じです。でダブルアクションポリッシャーを使う際の、注意点はバフのお掃除ね。このウールバフなんですが、こう使ってくるとコンパウンドが固まってきます。でこれをそのまま放置してやり続けないことですね。こうやり続けるとこれもどんどん熱が入ってどんどんなんか固着してって、ダブルアクション特有のこう叩き傷っていうのがグリ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 っていうこういう深い傷がね入っちゃうので、せっかく磨いてもその傷をまた落とさないといけない。でさらにその傷がね深いのでさらに磨かないといけないんですよ。それが大変なので、このウールバフ使う時は、ウールバフ使う、スポンジバフもそうなんですが、手入れをねしっかりしてください。これねダブルアクション特有の傷がついちゃいます。結構ねきついですよ、つくと。そこはね注意してもらいたいのと、あとウールバフだと熱結構入るので温度をこう見ながらね、で結構熱入ってるようだったらちょっと置いてあげたりしながら作業をしてください。はい、そしたらここまである程度このアストロプロダクツのダブルアクションポリッシャーを使ってみて思ったことは、僕自身まだあんまね使い慣れてないなっていうのが正直なところ。やっぱねちょっとサイズも大きいし、ゾタの3インチの方はかなり使い慣れてきたんです。で使い慣れてくるとどうなるかっていうと、かなりスムーズにね動かすことができます。でスムーズにっていうのは、この面に対してボディ面に対してのこの角度ですね、これがしっかり当てられるかどうかっていうのが重要になってきます。今前が浮いてる、後ろが浮いている状態ではなく、しっかりこうピタッとくっついている状態が重要です。でなぜかというと、実際にちょっと磨いてみるんですが、見てわかるかな。この辺いきますね。これ今しっかり当たってます。バフ回ってます。これが角度変えます。これ今止まってます。バフが回ってます。止まります。回ります。この違い、しっかり当たってないとバフが止まっちゃうんですよ。そうするとこの回転運動がなくなっちゃうので、しっかり磨けなくなってきます。で僕はまだこの大きいサイズのこのアストロプロダクツのダブルアクションポリッシャーにまだ慣れてないので、やっぱねたまに止まっちゃうことがあります。それはしっかりこうバフを見ながら
こう操作をしていきます。どうしてもこの端の方になってくると重さでこう垂れちゃうんですよ。そうするとこのプレスラインのところに直接バフが当たっちゃって角っこが削れちゃう。プレスラインをまたぐなとかよく言うじゃないですか。これはもうプレスラインに直角に当たるっていうのかな、これが一番危険な状態なので、上の面に当ててこのギリギリ磨いていく。でこの縦の方は縦のラインに合わせてこう磨いていく。しっかりねこの角度を合わせるっていうのが重要です。でこの角度が合ってないと、僕が最初に言ってたこのブレみたいなのもひどくなりますし、これもね角度が合ってない、原因の一つだったり、あとボディが汚れてたりしても引っかかりでねこう振動が強くなったりとか、いろいろ原因はあるんですが、角度合ってないと、磨けないので注意してください。僕もね初心者なので、皆さんと一緒にスキルアップしていきたいなと思うんですが、やっぱ使い込むことが重要で、こういう縦のライン、この細いところ、ここなんか正直31のポリッシャー使った方が楽なんですよ。ゾタを使った方がね角度を合わせやすいし、しっかり磨けるし、けどそれだとスキルアップにつながらないとマナッチさんにね言われました。こういうところも大きいポリッシャーで磨けるようにしといた方がいいよと、そっちの方がねスキルアップにつながるよと言われたので、僕はねちょっと頑張ってやっていきたいなとは思っております。だから注意点としてはしっかり当てる、面で当てるね、これ重要です。あとは熱が入りすぎないようにする。これウールとか特にそうなんですが、入りすぎるとコンパウンドが焼けちゃったりします。あとはバフを定期的に掃除する。コンパウンドが焼ける原因の一つになります。それをねある程度守れば綺麗に磨けていくんじゃないのかなと思います。でも不安な方はウールじゃなくてスポンジから始めると。で今ウールやったので、最後ちょっとスポンジで仕上げて終わりにしようかなと思います。で今からスポンジで仕上げて終えようかなと思うんですが、こういったちょっとまだ深い傷が残ってるのは分かりますかね。でこれはどこまでやるかっていうのが重要。あえてここまでにするのか、あとこの傷が見えてなくてやめたのかでは訳が違くて、これを削るっていうかなくすってなるとさらに深く削っていかないといけないんですよね。でそこは塗装との相談、多分大丈夫だけど、その車の状況によっても違うので何とも言えない部分ではあるんですが、あとねちり目なのかどうなのかっていうのも見極めの重要になってくるところですね。バフでついた傷だったらこの後また鳴らせば綺麗になるし、もともとついてる傷なのかっていう見極めもしつつ、どこまでやるのかそれはもうあなた次第ですって感じです。労力とかもいろいろあると思うので、そこがね磨きの奥深いところですよ。ハニカムバフに変えます。でコンパウンドはね変えずにいこうかな。もうね難しいところですよ、マッチングの。深くなった。これカメラでわかんのかな。一旦半分だけスポンジバフも入れて磨き終えました。もうちょっと頑張りたいなっていう部分はあるけど、でもいいでしょうといった感じです。違いわかります？右側が磨いてあって左側磨いておりません。こんな感じですと。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちらですね。新しく新調したアストロプロダクツのダブルアクションポリッシャー。こちらを使ってみました。で使ってみた感想は、先ほども言いましたが、ちょっと僕がね、まだ使い慣れてない部分があるかなといった感じです。これどんどんね、使い込んでいけばね、手に馴染んでくると思うので、もうますますね、楽しみだなといった感じです。このレバーなんですが、側面にボタンがあって、ロックすることもできるので、ずっと握りっぱなしじゃなくても大丈夫です。なので磨きにね集中することもできるので、そこら辺もいい部分と、あとコードですね。この電源コードが 5m ついてるのもいいかなと。両尾の方は 1m か 2m ぐらいしかないんですよ。ほんと短くて、普通に下の方から電源取った時に上の方とか全然延長コードがないと届かなかったりするので、カスタマイズしてる人もいると思うんですが、最初から 5m っていうのもいいところかなといった感じです。で、何よりも金額ですね。2万円しないでアストロプロダクツからこんないいものが買えるんだったら、僕はね十分かなといった感じです。ちょっとね時間ある時に磨き込んでみようかなと思います。であとはバフね、今回買ったバフなんですが、ハニカムバフの方はちょっとね新品だと僕硬いってその攻撃力がある硬さじゃないんですが、もうちょっとね
馴染んでからの方が使いやすそうだなっていうのが一つと、全然良かったですよ。めちゃめちゃ使いやすかったです。あとはこのブルーウールバフの3インチの方、僕3インチのポリッシャーが使い慣れてるからなのかすごい良かった。当たりがいいっていうのがね、使えばわかる。今まで使ってたのはスポンジパッドがちょっと薄めだったんですよね。なのでやっぱその角度がちょっと難しかったりしてたんですよ。けどこの柔らかい水色のスポンジ、これがねちょうどよくて、ほんと当たりがいい。ちょっとね、当たりがいいってどういうことって言われると難しいんですが、なんか動かしやすいっていうのかな、かなり大満足。これねリピートしようかなと思っております。といった感じですかね。僕もねまだまだ素人なのであんま変なことは言えないんですが、皆さんもね一緒にチャレンジしてねスキルアップしていけたらいいのかなと思います。で磨きね、もちろん怖い部分もあるんですが、例えばスポンジバフでウィーンってこうボディに当てた時に塗装が一瞬でピュンってなくなることはないので、そこはね安心してもらいたい。もちろんね失敗するリスクとかは何だってあるんですよ。そうだね、怖い部分はあると思うんですが、言うほど塗装はそんななくなりません。なのでちょっとずつね、覚えていけたらいいのかなと。なんか車を中古で買って、洗車傷がすごいな、もうどうにもなんないなっていう方とかは一回トライしてみてはいかがでしょうかっていう感じです。202とか、ソリッドの黒とかじゃなければ、比較的簡単に磨けると思います。スポンジバフの、ダブルアクションから始めてみてはいかがでしょうか。僕はねまだまだわからない部分があるので、コメントでアドバイスいただけたら嬉しいなと。あとわからないことがあればコメント欄でね詳しい人たくさんいるので質問してみてください。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。